はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシヌピーです。皆さん、こんな商品をご存知でしょうか？キーパーと激落ちくんコラボの衝撃ショックというコーティング剤なんですが、ついにここまで来たかと、私びっくりしております。こちら、車用ではなく、シンク洗面台用、あとバスタブ用のコーティング剤になります。で、今回は、この、バスタブ用、シンク洗面台用なんですが、車に使ってみたらどうなるのかっていうのを実際に見ていきたいなと思います。ちなみにね、僕の周りにもその洗車マニアみたいな人たくさんいるんですが、バスタブとか、あとシンクだったり、洗面台ですね。そういったところにコーティングしている人、実際にいます。僕はね、一回もやったことないんですよ。その洗車マニアの方が聞くと、汚れがつきにくくなるとかね、言ってるんですよ。ほんとかいなと思いながら、日々過ごしていたら、ついにね、商品として販売される日が来ると。専用品として作られているので、バスタブ用のコーティング剤の方は、滑り防止効果があるみたいです。で、シンク洗面台用は傷埋め効果があるということで、バスタブだったりね、洗面台に使っても面白くないかなと思いますので、実際にちょっと車に施工してみて、もちろんね、専用品じゃないので、皆さんにはおすすめしません。おすすめしませんつか使わないでください。実際に僕が使ってみて、どんな感じの水弾きで滑り止め効果っていうのも、いつもマスキングテープとか置いてやってるので、本当にあるのかどうかとか、そこら辺ね、ちょっとやっていきたいなと思います。そしたら早速、外へレッツゴー！はい、そしたら外にやってきました。で、今回こちらですね、ボクシーのボンネットでテストしていこうと思います。でもうちょっと水かけちゃったんですが、現状としては、こんな感じで水弾きはありませんけど、その中でもちょっと分けていて、真ん中の面ですね、だいたい手のひら分ぐらい、この部分はウールバフとあと粗いコンパウンドを使ってちょっと傷が入るような形で磨きました。もう見えてきた。これ分かるかな？乾けば分かると思うんですが、ちょっと傷をつけたような状態っていうのかな。で、今回使うコーティング剤、車用じゃないんですが、シンクの方ですね、洗面台シンクに使用できる方は傷埋め効果があるということだったので、それもね、一緒に見ていきたいなと思います。これなら分かりそうだね。この部分結構ちり目が入ってると思います。で、ツヤ感も違いますね。ちょうど日が当たって分かりやすいね。なので真ん中部分だけ傷を入れたような感じになっております。そしたら一旦拭き上げてから施工していきます。はい、そしたらこちらが商品ですね。これがシンク洗面台で、こっちがバスタブ。ここに書いてありますね。はい、銀色がシンク洗面台、金色がバスタブとなっております。で、傷埋めと滑り防止効果がありますよと。で、両方ともコーティング剤になっております。で、ここを見ればわかるんですが、キーパーと激落ちくんのコラボです。で、効果としては180日。180日って言ったら半年ですね。車のコーティング剤で半年持つやつもそんなないので、面白そう。どういう系なんだろう。スプレー型じゃないのかわからんね。ちょっと開けてみないとわからないんですが、使い方としては塗り広げて拭き上げて仕上げ。これは両方とも同じっちゃ同じだけど、注意事項がちょっと違うのか。一緒か。一緒ですね。で、ポイントとしては両方とも一度にシンクおよび洗面ボウル全体に塗り広げない。1回で施工しないと小分けにした方がいいですよっていう注意事項みたいなポイントみたいなのがね、書かれています。その1回で施工する面積が若干違くて、シンク洗面台の方は30センチから40センチ四方で、バスタブの方は50から60センチ四方の面積に分けて施工してくださいといった感じです。で、内容量は多めに入れてありますが、1回分の使い切りといった感じですね。そしたら中身見ていこうかな。ここにセット内容書いてあるわ。シンク洗面台の方はパウチになってる。で、塗布用スポンジが1個に対して2個、1個のものが2分割されてるみたいな感じですね。成分も違うわ。シンク洗面台の方はシリコーン化合物
にハイドロカーボン、あと硬化触媒、硬化系っていうことだね。バスタブの方が石油系溶剤アルコキシシロキ酸ですね。あと硬化触媒、担当の人にちょっと聞きたいのが、石油系溶剤バスタブとか、裸で入るわけじゃないですか、お風呂って。そこら辺問題ないのかっていうところだけ、正直気になってます。で、僕がその洗車用品をそのバスタブとかに使ってない理由が、そこがね一番気になってる部分ではあるので、そこら辺含めてちょっと担当者に後ほど聞こうかなと思います。はい、そしたらまずは正面から見て左側ですね、運転席側の方にシンク洗面台用、こちらですね、これを施工していこうと思います。で、シンク洗面台用はこのようにパウチに入ってます。で、これが2袋あって、このスポンジが2つ入ってます。で、使い方としてはこのスポンジの青い面ですね、白と青があるので、青い面に適量1円玉大取り液を適時補充しながら塗り広げる。で、塗り広げ終えたら時間を空けずに吹き上げ用クロス黄色でさらに薄く塗り伸ばすように吹き上げる。で、最後仕上げ用クロス緑で吹き筋や吹きムラを消すように丁寧に仕上げる。仕上げ後1時間はコーティング面が水に濡れないようにすると。で、分割してやった方がいいですよということなんですが、1回で塗り広げ吹き上げ仕上げを行うと。もうこれ半分ぐらいでいっちゃいますかね。1回の工程で塗り広げ、だからパウチ2個入ってるんだ。これが2個あります。2回に分けて左右で1個ずつ使ってくださいっていうことだと思います。ということはクロスは常備しておいた方がいいですね。しかももうちょっと分かりやすい説明書がありました。中に入ってました。そしたらこのパウチを開けます。何この色、1円玉大、これぐらいかな。透明ですね。黄色かと思った。透明でした。で、これをなるほどね。塗り広げます。これ1回じゃきついかも。すごいなんかドロッとしてる感じ。この部分だけど伸びはありますね。ちょっと施工しにくい部分を先に塗っていきます。結構ベタっとした感じがあります。で、黄色いやつで薄く塗り広げる。大丈夫かっていう感じあるけど若干で、その後緑で仕上げる。怪しいぞ、怪しいぞ。車には不向きすぎるぞこれ。多分木上がんない、なかなか。ツヤ感っていうか、なんかすごいなんかツヤかこれ。恐ろしく黒くなってるんだけど恐ろしく吹き上がらない。何これ、何これ、なんですごいね、オイリーな感じ。何これ、これちょっとしたらどうにかなんのかな。わかります？このムラムラな感じ。こんな感じです。めちゃめちゃムラで、このムラを吹き上げたくても吹き上がらない。オイリーな感じですね。シリコンって書いてあったからシリコンっぽい感じあるんだけど、わかります？これがもう一生仕上がんないです。何これ、すごっ。けどなんか面白。何この、なんなのこれは。このオイリーな感じ、なんか文字が書けそうなぐらい。ちょっと指でシュッてやるとなんか吹き上がる感じあるんですが、こう全体的にこう拭いた時全然仕上がらないんですよ。こんなのすげえな。なんかすげえオイリー。すげえ。これはこれでなんかおもろいな。すかさず施工していくんですが、まだちょっと液剤があるので、ほんと1円玉2個分ぐらいしか液剤は入ってないですね。ほら、このドロッとした感じ。すごいね。溶かした飴を塗ってる、そんな感じ。こりゃね、なんか傷も埋まりそうですわ。こんだけドロッとしてたら。
あ、ほらもうほこりが、このケバケバがつくね。すごいすごいドロドロしてるわ。すかさず乾かないうちにこれで薄く塗り広げる。これはね、数々のコーティング剤を僕は車に施工してきましたが、ここまでムラが取れないコーティング剤は今までなかったですすごいな。なんかもう大変なことになってるな。オイリー、すげえオイリー。なんか洗えば落ち着きそうだけど、このムラも。けどタオルで拭くのは無理だね。なんか常に塗り伸ばしてるような感じ、感覚で言うとずっと塗り伸ばしてる感じ。拭けてない。もうなんか一層なんか乗ってる感じはあるけど、こうくるくるやったり、この指圧をかければそれなりに。だけどきついな。ここまでひどくないけど、だけどダメだね。見えにくいね。こういう感じですね。全体的にこうなってます。これが拭けたり拭けなかったりなんですよ。これをムラなく拭き取っていかないといけないってなると、これはまあしんどいですね。これをもう結構ゴリゴリやっていけばこう綺麗には徐々にはねなっていくんですが、これとか消えないしね。これどこまで拭くんだろう。拭き筋や拭きムラを消すように丁寧に仕上げる。無理だって、無理無理。これを拭き筋とか拭きムラがなくなるようには無理なんですよ。タオルを変えないとダメだね。乾いたタオルだもんね。濡れたタオルでやったらなんとかなりそうな気もするんだけど、ダメだね。もうネバネバちょっとくっついてるような感じ。これ無理だよ。車用じゃないからね、良かったです。まだはいきつい。もうこれ以上はきついです。ムラになりまくりです。車の塗装にはやっぱ向いてないのか。そうですよね。それ用に作られてるっていうことですもんね。そしたら右側、助手席側行きましょうか。この面はバスタブでいこうと思います。使い方は一緒ですね。こっちの方が範囲広いけど、こっちは瓶に入ってます。こっちの方が施工しやすそう。シャバシャバ、こっちの方が多分。でスポンジは大きさが違うだけ同じスポンジが入ってる。時間を置かずだよね。適量は青色面全体が均一に塗れる程度。まあまあですね。だとしたら出てくる。こっちの方が結構量ありそう。こういう感じで。やばい、飛び跳ねてる。であとはこっちの方が車のコーティング剤に近いかも。施工しやすい。結構な範囲いけるぞ。これ乾く前に塗り広げるように引き上げる。うわー、いいわ。これいいぞ。施工しやすい。ムラにもなんない。ムラもどんどん取れていく。ある程度いったら仕上げ用のクロス緑、ムラがなくなるように引き上げていきます。いいぞ。これなんか車にも使えそうなぐらいいいぞ。確かにスリック性はそんななさそうですね。滑り防止っていうだけあってツルツルはしないですね。そこがやっぱ車用のコーティング剤との違いかな。普通に施工しやすくてビビってます。伸びもいい。で黄色いクロスで乾く前に引き上げるように塗り広げていく。こっちの方が吹き上げられてる感がすごいある。これムラになってるの分かります？分かるね。これちょっと面を変えてこう拭いていく。でまだムラがあるので最後緑のクロスで吹き上げます。でここでほとんどの吹きムラ、塗りムラは回収できます。うわ入ってってる感じあるね。なんかこれいいな。なんかはい綺麗に仕上がったと思います。そしたら施工はこれにて終了。ちょっとツヤだけ見てみよう。マスキングテープを剥がしてみます。両方ともツヤ出てるね。出てるけどもやっぱり左側はもう不自然なぐらいのもうムラにもなってるので、右側の方が綺麗に仕上がってます。
傷埋め効果的なところで言うと、まあ確かに傷埋め効果みたいなのあんのかなっていうのも、ここの範囲、これ磨いてある範囲ですね、ウールバフで。ここが境目っていうのが今若干分かります。けどこっち側ね、ここにちょっと境目あるけど全体的に分かりづらい。もうこの辺とか特に分かんないね。バスタブの方はこうビーってここに線があるんですよ。でこっちは、まあ、この辺とかはちょっとあるぐらい、下側って感じですね。ちょっとスリック性滑り見てみようか。はい、そしたらこのシールを乗っけてみようと思います。マスキングテープですね。左側シンク洗面台の方からいきます。はい、こんな感じですね。まあ滑りますね。でバスタブの方、こっちは滑り止め効果があるみたいなんですが、いきます。あ、確かに滑んない。あ、滑んないよ。あ、違うわ、確かに。ちょっとマスキングテープの大きさ変えてやってみます。こんな感じ。速度感的にはこんな感じ。こっちはちょっとゆっくりになるね。確かに触った感じもちょっとキュッていう感じがある。つるって滑る感じはやっぱない。あ、ないわ。この感じとこの指先が動かない感じ、わかります？あ、確かに。なるほどね。そしたらまあ施工が終わったので1日放置、濡れないようにしないといけないんだよね。あ、だけどまあ1時間程度なんだ。バスタブだからちょっと24時間とかだときついなと思ってたんですが、仕上げ後1時間、冬場だと2時間は寝ないようにするといった感じです。まあ一旦このまま寝かせましょう。はい、そしたら施工してから2日ほど経過しました。で今雨が降ってるのでちょっと水はじき見ているんですが、雨の感じを見ると左側シンク用の方が撥水しているように見えます。でこの距離でも左側の方が黒っぽいっていうのが分かると、雨でも分かるってかなりすごいね。けどまあムラがすごいので、まあこの間旧ツイッターですね、 X の方で魚影っていうね投稿をしたんですよ。ツヤ見てみたいな。でその時に何のコーティング剤使ったんですかって結構聞かれたんですが、あれはシンク用のやつで、まあムラとかもまあ説明せずにとりあえず画像をポンって投稿しただけなので何とはお答えしていないんですが、あれはこのキーパー激落ちくんコラボのシンク用でした。そしたらちょっとホースで水をかけてみましょう。こんな感じでいきますかね。そしたら水をかけてみます。いきます。結構撥水するね。バチバチ。右側がお風呂用ですね。バスタブ用。シンク用と比べるとちょっと水はじきは劣るかなっていう感じ若干ありますが、それでも結構バチバチ弾いてます。シンク用の方がやっぱ水滴の形がまん丸けど、まあ両方ともかなり撥水してます。すごいね。ほらわかります？で真ん中は綺麗に浸水状態ですね。今日やっぱすごいね、ムラが。こう洗うとムラ落ちんのかな。ちょっと軽く洗ってみようと思います。あ、ムラはね取れなさそうです。今日すげえ弾いてる。一旦こんな感じで水はじきは変わんないですね。素晴らしいけどちょっと軽く拭き上げようか。あ、ムラはねやっぱ残ってますね。ムラ残ってるけどツヤすごいね。両方ともツヤ出てて、やっぱ左側の方がすごい濃く出てる。あ、こっからでも分かる。この濃さすごいね。この距離でこんなパキって分かれてるのすごいわ。ここか境目、両方ともツヤ出てる、けどやっぱこっちがすごいわ。傷が深いところの方がやっぱツヤ出てるけども、この範囲
ウールバフで磨いた範囲より傷が浅い方、左側ですねの方がツヤはさらに出てます。なんかこう近くで見ると12345種類に分かれてるように見えます。ちょっと近い距離なんですが分かりますかね。ここまでウールバフで磨いてあります。この範囲です。肉眼で見るとここですっていうのが分かる。分かりづらいね。けどもう真ん中からはもうほんとパキッと分かれてますね。で右側も映像だと分かりづらいかもしれませんがしっかりツヤが出てます。なんかしっかりコーティング剤が傷のところに入り込んでるといった感じでしょうか。けどやっぱムラが取れないですね。この辺ですね。もう拭いても取れないです。これも最初の施工でうまく施工できればっていう感じなのかな。どうなんだろう。白っぽく黒っぽくちょっとムラになってます。拭いた感じはね、なんかしっかりコーティングされてる感じがあります。あ、全然違う。左右そのスリック性みたいなとここの間見たと思うんですが、こう拭いた時に違う。明らかに違う。シンクの方が結構ツルツルしてる。なんだろうな、陶器をこう拭いてるようなぐらい、結構お皿とかね、そういう感じのツルツル感、すごいね。これはこれですごいんだけど、右に行くと一気にキュッて止まる滑り止め効果っていうのがあるんだけど、これ全然違う。本当に違う。すごいわ。すごい。本当に冗談抜きで全然違うわ。洗った後の方が特にすごいかも。この違い。こっち滑る気しないもんね。こっちでも止まんじゃないの。ほらね、下に降りてこない。横にはね、もちろんこうくるくるっていっちゃうんだけど、ほらすごいわ。これはね、しっかり違い出てます。はい、そしたら続いてシンクの方で試していこうと思います。まさかね、シンクにマスキングテープを貼る日が来るとは思わなかったです。ちょっとね、貼りづらかったね。やっぱ車と違うな。一応綺麗に貼ったので、このマスキングテープから左側にコーティング剤を施工していこうと思います。で、見てわかる通り水垢が、車と同じでね、水垢があるんですよ。やっぱこの水道水の影響でこのように汚れております。で、これをまず取るということで、これを取る商品もあります。こちら衝撃ショック水垢汚れ落とし下地処理クリーナー。これで水垢とかを落とせるみたいなので、一旦水垢を落としていきます。使い方は湿らしたスポンジですね。これに衝撃ショック下地処理クリーナーを、適量つけて、でこすり洗い。これだけでもだいぶ綺麗になりそうだけど、であんま強くこすりすぎると傷つく可能性があるって書いてあったかな。せっかく、車もそうなんですが、なんかコーティング剤をやるんだったら下地処理をしてベースも綺麗にした状態から保護したいよねっていうのは変わらんということですね。こんな感じかな。そしたら洗い流していきます。結構綺麗になりましたね。で今濡れている状態なので、コーティング剤は乾いた状態で施工していくので、一旦きれいに乾かします。はい、そしたらクリーナーを使い終わったんですが、やっぱ車と同じで水垢もちょっと溜めすぎるとやっぱ落ちづらくなってきますね。この辺もね、真ん中ら辺か、この辺は落ちてるんですが、ちょっと上ら辺落ちてなかったり、あと側面もまだね、若干、これも水垢なのかな、何なんだろう。これもね、ちょっとシンクには詳しくないんですよね。車に詳しくてもシンクには詳しくないのでわからんのですが、確かにわかりますかね、この違い。落ちてはいますよね。で現状としては落ちてるけど完璧かって言われたら完璧じゃないっていう感じでね、やっぱそこはね結構やりやすいから、結構比較的こっちに比べて綺麗になっています。そしたらちょっと乾いたので実際にコーティング剤を施工していきます。こちらですね、車でも使ったので、使い方はね同じです。早速やっていきます。塗装面ほど神経質にならなくていいので、この辺は結構楽かもね。いっぱい使ったから慣れています。どっから行った方がいいのかな。この辺から行っちゃっていいかな。湾曲してるとこも塗りやすい。これ車じゃんね、気づかなかった。いい感じにツヤが出て綺麗になってるんですけど、一回塗り終わったので引き上げていきます。なんかしっかりツヤ出てる。ツヤがわかります？綺麗になってる。やっぱり想定通りでしたね。車だとやっぱ結構シビアでムラになってたんですが、シンクはムラとかわからないですね。
わからないし、あと結構ね、車僕外でやったんですよ、施工だから。そのボンネットの温度的なところ、吹き上げのタイミングっていうのも少し難しかったんですが、シンクはまあそもそも室内なのでそんな言うほど重くないな。吹き上げ、そう、車はねかなり吹き上げ重いなと思って、ムラになってムラが取れないなみたいな感じがあったんですが、シンクはそんなことないですね。こんな感じかな。いい感じ施工できました。見た目もね結構ツヤが出ていい感じですよね。まだ余ってるのでこの辺もやってっちゃうかな。いいじゃん。普通にこの汚れなんか目立たなくなったの。ここまだ若干シミあるけど、さっきに比べてツヤが出た分目立たなくなったし、そのツヤのムラみたいなのも特に変な感じになってないですね。一旦施工が終わりました。どれぐらいだっけ。仕上げ後1時間、冬は2時間ということなので、1時間程度ちょっと乾かしてからちょっと水をかけてみようかなと思います。その前にちょっとマスキングテープだけ剥がしちゃいましょう。違いあるね。明らかに違いあります。綺麗になってるわ。すごい。そしたらまあ一旦1時間後ですね。はい、そしたら施工から1時間が経過しました。わかりますかね。しっかりくっきりこう違いが出てると思います。で、水かけるとこんな感じで水はけがね全然違います。今こっち側水が結構びちょびちょ残ってるんですが、この左側コーティング剤を施工したところは一気に水がはけました。こんな感じの違いですね。そしたらちょっと分かりにくいと思うのでこんなものを用意しました。墨汁、すげえ分かりやすい。要は汚れがずっとここにとどまるっていうイメージですよね。何もしてないと。けどコーティング剤を施工してるところはこのような形で汚れっていうのがほんと最小限はけてってくれるので、汚れがずっとたまらないっていう意味ではなんか衛生面もいいんじゃないのかなって思うんですよね。普通にシンクで何か物を洗いましたってなってそのままにしておくともうずっとこのまま、いつかは乾くんだけどこの状態が長く続くので、こっちの方がそれは汚れにくいよねっていう感じですね。こんな感じで洗い流した後水はけていくんですが、ちょっと水じゃ分かりにくいなっていう感じはありますね。右側ここはさっき見せた通りまだ濡れているといった感じの状態です。これは分かりやすいね。はい、そしたらバスタブ用の方をバスタブに施工しました。施工はね一部分なんですが、今現状施工してあります。でどこに施工してあるか皆さんわからないと思います。僕はねもちろん施工したので分かっているんですが、この縁の部分もね施工したんですよ。でこうパーッと全体的に触った時に違いがない。なるほどねと。車で施工した時滑りを見たんですが滑りませんと僕言ってました。で滑り防止効果っていうのもこの商品についてるんですが、滑らないっていうよりかは変わらないだね。変わらない。コーティング剤って滑りやすくどうしてもなっちゃうんだろうね。そのシリコーンとかを使うと、その油分とかで滑りやすくなるんですが、それが変わらないっていう、滑りにくいっていうわけではない、変わらない。これ素晴らしいなと思いました。で下地処理も行ったんですが、こう黒くなってるの分かるかな。これね白髪染めがちょっとついちゃって黒くなっちゃったんですが、こういうのは落ちなかったです。それは言っておきます。そしたらどこに施工したのかもう一回墨汁をかけてみましょう。墨汁をかけて分かるのかな。いきますね。分かるはずなんだよね。分かりますね。くっきり線が出てます。ちょうどここから左側施工しました。この辺も施工してね。撥水してます。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、キーパーとレック、激落ちくんを販売している会社さんですね。この2社のコラボ商品、バスタブとシンク洗面台用のコーティング剤を使ってみました。
。きっかけはね、こんなのあるんですけど、ちょっと使ってみませんかっていうね、そういうご依頼があったんですよね。で、ちょっと気になるなということで、実際に使ってみたんですが、今回ね、その車用じゃないのに車用に施工したんですが、これはね、やってよかった。っていうのも、特にね、シンク洗面台用、車に施工した時、かなりツヤが出て、けど施工が難しくてムラになっちゃったんですよ。これシンクにほんと大丈夫かなと、影響するんじゃないのかなと思って、シンクに施工したんですが、ベストでした。ドロッとした感じだったり、ツヤ感っていうのかな。綺麗に施工できた。理由としてはね、もちろんその車の場合、僕は外でやったんですよね。吹き上げのタイミングもあるだろうし、シンクになってくると室内になるので、ある程度ゆとりを持ってできるっていうところから、その施工の失敗もなさそうだし、で、ツヤ感もなんかしっかり出て、水はじきも良かったですよ。今までね、そのシンクとかになんか施工しようと思ったことは正直なかったんです。けど、シンクの方、こっちに関してはもう今すぐ帰って続きを施工したいですね。まだ一部分しか施工してないので、残りをやりたいなといった感じです。で、バスタブに関して言えば、車で施工した時、車にも施工できるクオリティだなと思いました。で、実際バスタブに施工した時、特徴としてはこの滑り止め効果っていうところね、どんな感じなんだろうと思って、車でも一応見たんですが、マスキングテープのこの落ち具合から見ても、止まる感じあるなと。で、実際に触った感じですね。バスタブで触った感じは変わらない。これすごい重要なこと。その未施工と変わらない。やっぱりどうしてもそのコーティング剤って施工するとスリック性っていうのかな、ちょっとつるっとした感じが出ちゃうんですが、それが出ないように作られてるっていうのがすごい。正直なところね、車用品のコーティング剤とかと、変わんないんじゃないのって思ってたところがあるんですよ。それをただ詰め替えただけじゃないの。ちゃんと専用品として作られてる。これね、やっぱ大手メーカーっていうのかな。大きな会社さん、企業さんが作ったものっていうのは、やっぱりしっかりしているなといった感じです。ちょっとね、語弊あるかもしれません。大きくなくても、もちろん、一生懸命ね、作ってるところもあるだろうし。けど、中には、いや、なんかこれ同じじゃないのみたいな。そういったものもね、過去に使ってて思ったこともあるので、やっぱりね、メーカーだったり会社から選んでいくっていうのも一つ手なのかなと僕は思いました。で、ちなみにね、このバスタブ用、やっぱバスタブに施工して、その後お風呂、裸で入るわけじゃないですか。僕もね、ちょっと敏感肌なので大丈夫かなと思って、その辺どうですかって聞いたら、即エビデンスの資料が送られてきました。パッチテストから含め、何種類かのそのエビデンスの資料が送られてきて、やっぱそこら辺もしっかりしてるなといった感じです。正直ね、車以外のシンクにコーティング剤だったり、日頃から綺麗にするってね、あんまね、車に比べて僕はちょっとお粗末にしてた部分があるので、これを機にね、ちょっといろいろやってみたいなと思いました。なので、気になる方はぜひ購入してみてください。それと、気になった方用に一応商品の方、視聴者プレゼントとしていただけませんかと、ちょっと交渉させていただいた結果、バスタブ用とシンク洗面台用、こちら5個ずつ視聴者プレゼントとしていただくことができました。なので、気になる方は概要欄にね、応募方法を記載しておくので、ぜひそちらから応募してみてください。はい。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週